やっほー、あぐもです。すっごい顔近くてごめん。久しぶりにマーラータンが食べたくなってしまったんですけど、私の大好きなマーラータンは大学の近くにしかないんですね。なので買って大学で食べたいと思います。で、なんかせっかく大学通ってたから大学の Vlog1 本ぐらい撮ろうってすごい思ってたんですけれど、すごくビビりなので私が恥ずかしくて撮れなかったので、今きっと大学にはあんま人がいないと思うので、大学の振り返りとかしながらマーラータン食べたいと思います私のね、大学の校舎はめっちゃ綺麗です。新しいので。重たい。やばい、マーラータンと飲み物ほぼ液体すぎて激重。お、ハイレユ。9時まで全然やってるみたい。こんな感じです。めっちゃ綺麗。クリスマスになるとこの真ん中にね、クリスマスツリーが置かれるのでとても綺麗なんですけど、で撮りたかったんですよ、写真を。でも誰も撮ってくれる人はいないのでスルーし続けました。全然やってくれてる。入れないとこがなさそう。こちらが食堂ですね。食堂のものを食べたことは3回程度です。ほら綺麗なの、めっちゃさすがに綺麗でしょ。熱っ。いいんじゃない。いいじゃん。熱っ。これやばい、このシステム。脳筋。なんか辛いの全部取れてない？最悪なんだけど。辛いのが好きな私からするとサムネやりたい。よし、いただきます。マジでやばい、誰もいないのに声がちっちゃくなっちゃう。うまそう。豆腐の皮ちょっと一旦食べるね、お願いこれ喋れないけど、どんぐらい声聞こえんだろう、あっちに。お願いだからイヤホンしててほしいな。なんか私動画ご飯食べながら雑談をするっていう動画あるじゃないですか。でもどうやって一人で撮れっていうのっていつも思ってるんだよね。とりあえずみんなの質問に答えつつって感じにしたいなって思います。みんな何が気になってるかな。大学ってどうやって決めましたか？私は本当に行きたい大学がなくて超適当に過ごしてたんです。でなんかそうだ、お兄ちゃんが行った大学にしようって思ってここの大学にしました。通学のおすすめのカバン教えてほしいです。通学のカバンは私は絶対にリュック派。なんかトートバッグ持ってる子が結構多いんですけど、肩死にますって思う。わかんない、私がパソコンも持って iPad も持ってモバシュも持ってとかやってるからかな。でも教科書とか入れたらさすがに重たくて肩が死んじゃうからリュックがおすすめです。全然リュックでも浮かないしトートバッグでも浮かないし、本当にペンだけとか持ってきて超ちっちゃいバッグとなんかショッピングバッグみたいな持ってる子とかも全然いるから、わかんない、私の大学が新大久保だからおしゃれな子が多いのもあるけど、全然なんか本当に通って雰囲気見てからでいいと思う。友達はどのくらい必要か。最初の頃はねやっぱいた方が安心するよね。分かんないことを聞けるし気楽に。でもそんな無理して作らなくてもって感じだけど、友達がいた方が学校行きやすいとかはあると思うけど、全然一人でも浮かないから大丈夫だし、ゼミとか入ればね人との交流はありますって感じ。大学4年の代になりますが、ノートや配布資料が浮く分 iPad を購入するか迷っていて、プラスマイナスな点ある。これはね、資料持ち込み可の時に結局印刷しなきゃいけないっていうこと。多分チャット GPT とかがもう出てきちゃって、先生たちがめっちゃ厳しいから持ち込み可だけど携帯とかパソコンとかはダメですみたいな、印刷した資料のみ持ち込み可ですって時とかは結局やっぱ自分で取ったノートとかもう結局印刷しなきゃいけないから、そこはマイナスかな。でも毎回授業の時は iPad だけ持っていけばいいから資料忘れたとかはないのはでかい。めっちゃグッドノート使ってるし、グッドノートとお仕事もさせてもらった
けど紙のノートの代わり 100% にはならないのが正直なところで、なんかやっぱり同じ字の大きさって書けないから慣れるまでに時間もかかるしっていうのがあります。だから私は結構殴り書き問題解用のノートとして iPad を持ってるって感じです。テキストを持って歩かなくていいのはめっちゃいい。ノート代わりっていうよりテキスト代わりの方がって思った方が使いやすいかもって感じです。バイト何してましたかは韓国料理屋飲食店と個人経営の居酒屋さんです。これだけ。あと夏休みに1回だけ短期でコストコのバイトしてました。めっちゃ時給いいの。 MacBook を購入するのですが MacBook を使っていて困ったことはありましたか？操作になれないけど使いづらいってみんな言うけど、チャット GPT に聞けばすぐ分かることだし、結局 Windows も別にそんなパソコン普段から使ってない人からしたら使いづらい。 MacBook の方がその iPhone 使ってる子たちは感覚的に分かることが多いからそんなに困りはしないです。でもなんだっけ Office365 だっけ365を買わなきゃいけないのかな。私は Windows の時に作ったアカウントがあるので全然ネット上でワードとか入って全然書いて提出してました。なので困りは最初くらい、本当に最初だけ Windows に慣れてから MacBook やったのでちょっと困りました。公認会計士の勉強と大学の勉強との両立のコツで、マジで私は難しすぎてできない、ほぼできないと言っても過言ではなくて、どっちかがおろそかになる。空きコマとかに公認会計士の勉強とかしたりとかしてたけど、課題なんかその分なんか大学の内容はあんまり頭に入ってない感じがしました。だから本当に、あんまりアドバイスできないかも。新入生オリエンテーションみたいなのはやっぱり行った方がいいと思う。なんか本当に大学って誰も自分のことを見てないって感じなの。生徒に対してなんか自分で情報を取りに行ってくださいみたいな感じだから、わかんないんだけどみたいなことがめっちゃ多いから、さすがに行った方がいいと思う。課題は大変ですか？なんか課題は2種類あって、なんか期末中間レポート、期末レポートっていうでっかいレポートを出させる先生もいれば、毎授業ごとになんか振り替えテストみたいな小テストを毎回出してくる先生とか、毎回ちっちゃなレポートを書いてくださいっていう先生とか、今回の講義の内容をレポートにまとめてくださいとかっていうのがあるんだけど、その中間レポートとか期末レポートは時間かけて書けるけど、話聞いてないとちょっと難しいってか、私はレポートを書くのがめっちゃ苦手だった。その毎授業やるやつは忘れないようにしなきゃいけないっていうのがまた大変。別に内容は難しくないんだけどね、やっぱねちゃんとしてないと忘れちゃうんだよね。で提出が先生によって違くて、その日の12時までっていう先生もいれば、来週の授業が始まるまでっていう先生もいたりとかで、難しいその管理、忘れたっていうのがめっちゃありました。なんかありえないくらい課題に追われるとかは少なかったかも。入学の時に揃えておいた方がいいものを教えてほしいです。ないです。なんでかっていうと、周りの人が持ってるものって気になるじゃん。だから最初からガチガチに揃えるより、一旦今あるもので持ってって、パソコンもっとスペックがいいやつにしたいなとか、充電持つやつがいいなとかにしたりとか、カバンも今使ってるやつで一回行ってみて、周りの雰囲気見て、やっぱリュックにしたいなとか、斜め掛け欲しいなとかして、でもう全然大丈夫です。むしろそっちの方がおすすめ。大学では興味ある学部に行くと思うんですけど、そこで勉強のモチベーション続きますか？続きません。なんでかっていうと、大学にはいろんなタイプの人間がいるからです。なんかギリギリ卒業できればいいやって人もいるし、本当に起業とかしたいと思ってすごい活動してる人もいるし、恋愛してる人もいるし、一人暮らしで忙しい人もいるし、夢を追ってる人もいるしみたいな感じで、なんか本当に比較対象がめちゃくちゃ増えるんですね。高校の時ってそんなになんとなく同じ人たちしかいなかったと思うんだけど、大学からね本当になんか人の種類ってこんなにいましたっけってくらい、みんなが自由にあれもやりたいこれもやりたい、あの人たち羨ましいなとかってなるから難しいですね。それを続けるために資格勉強はいいと思います。ゴールがあるっていうのがいいかと思います。大学の名前入ったスウェットみたいなのってどこの大学でもあるんですか？あるよ。
私の大学もある。もう買ってないけどサークルは入っていましたか？いいえ。なんでかっていうと、私は2020年21年入学なんです。コロナで本当に全然最初の頃は学校行ってもなかったので興味がなさすぎて、学校通うようになった頃にはなんかもうめんどくさいって学校に来るだけでめんどくさいのに、その後にサークル無理と思って全然入ってません。友達はねインカレ入ってた。友達どのくらいいましたか？最後の学期は一人友達がいました。でもその子も休学よくしてて全然一人で学校通ってる時期もありました。でもなんかゼミもあるし、なんか授業もそれぞれだから全然一人でも大丈夫です。お昼はね一緒に食べてたかな。なんかその子はレポートが好きなの、私はテストが好きなの。だからお互い自分が好きなの取りたいし、だから授業中なんてマジで喋んないからね。誰も喋ってないから一緒に授業受けようが受けまいが喋ることなんてないですって感じなのね。だからそれぞれ学校来る日だけ一緒で、そんな揃えてもないけど、一緒になったらお昼一緒に食べよう、いなかったら一人で食べようみたいな感じでした。大学生になる前の春休みにやっといたらいいようなこと。高校の友達と遊ぶ。大学になると本当に疎遠になりますなので遊ぶことかな。マジでないね、大学入る前にやることなんて。授業の取り方一元はやめた方がいいって言うけど、本当私は大学に通う数が増える方が嫌なんですよ。だから本当に1から5限を週にで20単位取ってました。これがめっちゃ私は好きだけど人による1限取るといいことはないか、ないね1限ってさ、意外8時50分からだったの、私の大学は。だから全然満員電車なので、2限も全然満員電車、3限からちょっとすく、4限からだともう電車はスカスカって感じ。昼終わりとかだから私は1限取って学校が7時に開くからほぼ始発みたいな電車で学校に行って0限で課題をやってから1限行くみたいな感じにしてました。そうすると電車がスカスカでハッピーです。でもこれは夏にはめっちゃいいけど冬はきつい。ずっと真っ暗だから。夏はね4時半5時くらいにはもう明るいから全然余裕なんだし、涼しいからおすすめ。でも朝が弱い子でもどうなんだろう、高校のままの生活習慣のままだったら一元はおすすめ。大学でやった方がいいことなんだろう、勉強なんかね、これは私が勉強赤だから言ってるんじゃなくて、周りの社会人、私は社会人2年目の代なので社会人が周りにたくさんいるんですけど、なんかみんな全然勉強してる。なんか資格の勉強とか、なんかそれぞれみんなのその人たちの仕事の資格の勉強してるから、なんかやりたいことはないけど自分に何が向いてるんだろうと思う子とかはいろんな資格を取ってみるのもいいと思います。高校のね勉強習慣をねなくさないのは大事。怠けるのめっちゃ楽だから、いつでも怠けれるけど頑張る力がある時はそれを保つのをおすすめします。必修を落としちゃったことありますか？そうでなくても最の時のメンタルの作り方を教えてほしい。必修を落としたことありますこれはね本当に良くないことなんですけれども、なんか落としまくりました。第2の時勉強がついていけないとかじゃなくて、大学に通うのがめんどくさい、期末レポートを書くのがめんどくさいまだいけるっしょみたいな、第3第4あるしみたいな感じでやってたら落としまくりまして、必修再理受けたことあるんですけど、再理を受けてる人たちはみんな同志なので全然こんなにいるんだへへみたいな感じで、全然恥ずかしいことじゃないです。偉い、再理になってまで再理になっちゃったけど諦めずまた来てて偉いって感じで、今回こそ取るぞってやれば大丈夫です。だし再理の先生は優しいです高校の時に想像してた大学生活と実際の大学生活で違ったところは何かありますか？なんか大学生って人生の夏休みみたいな言うじゃん。遊べるうちに遊べみたいな。マジで金ないですって感じ。大学行ってバイトしてってやったらマジでお金ないし、なんか人と予定合わないから難しいだし、自分と会う友達を見つけるのが難しい。旅行行こうって言って予定合わせるのも難しいし、
予定を組むのも難しいし、それに向けてバイトするのもめんどくさいし大変です。あとなんかすごい最近はおしゃれな大学生が増えてると思うんですけど、ネイルしたりとか松エクしたりとか眉毛アートしたりとか肌管理行ったりとかよく見ると思うんですけど、あんなのマジでできません。お金が足りません大学は何で決めました？学部で決めましたか？知名度で決めましたか？どちらともノーで入れるところに入りました。恋愛と勉強の両立って実際どうやってやってたんですか？全然余裕。相手にもよるけど全然そんな支障はなかったかなって感じです。マジで一人でも浮かない。全然安心してほしい。マジで全員知らない人。大学はマジであっという間に過ぎるね。何もしてない週5で行くことがないからかな。学部によるか、忙しい子は忙しそうだったしな、他の大学の子。長期休み何してましたか？去年は TikTok を始め、違うか、2025の夏は TikTok やってて、2024の夏に TikTok を始めて、だから毎日投稿2年連続やって勉強チャレンジやって、2023はコストコで短期バイトしてて、2022何してたんだろう。全然その時の彼氏と遊んでる遊びバイトかな。2021も多分そんなだと思いますそんな有意義なことできないですよ。学知化という言葉をよく聞くんですけど、1年の時からできることってありますか？就活してないのでわからないんですけど、何か努力しようみたいな、学生活で力になったことはみたいな感じなんだけど、みんな何書いてんだろうね。私だったら全然この SNS のことを書くね。だから最近は SNS も評価されるらしくて、例えばカフェ巡りが好きでカフェ用のアカウントをインスタ作って運用してみて、こんくらい伸ばした。その伸ばすためにこういう風に他のアカウントと差別化を図って試行錯誤したみたいな、そういうのも大事だし、私の知り合いはゲームめっちゃ好きで、教えるコーチングの何て言ったかな、コーチングでお金もらってコーチングしてましたみたいな、そういう話を就活でよくしてたら、面接官の食いつきも良かったよとかは言ってたし、なんだろうね、みんなバイトで言いがちだけど好きなことをとことんやってみるかな。お手上げです。ゼミの選び方は、楽しそうなところに入るのもいいし、興味あるところに入るのもいい。私のゼミは全然楽しくはなかったですけど、なんか私は別に楽しさよりなんか何でもよかったんで、はいいいんだよ、適当に選んで、これが正解、これも正解ってことにしようみたいな感覚でいいと思います。でも気になっていることがあるなら全然そこに入るのが一番いいと思う。授業少ない時は何時間で帰れますか？1時間で帰れます。別に1コママジで履修登録次第。友達ってどうやって作りましたか？孤立しない立ち回りを教えてください。最初は必修があるので、多分なんか少人数クラス、英語とかは結構20人くらいのクラスができるのかなみんな。私のとこはそうで、その子と一緒だとなんかもっと大きい教室にもいるって感じなのね。だからその最初に英語とか語学系が多いのかな。そこで私の履修こんな感じなんだけど被ってるとこあるみたいなって言って、その同じどこに履修が被ってるかを一回確認して、ここ一緒だからさとか、この日さ一人なんだけどご飯一緒に食べないとか言ってれば OK です。お友達ができます。きこまはバイトしてましたか？いいえ、無理、嫌すぎ同じ日に大学とバイトなんて嫌すぎるな。私はしてないです。私は高卒で社会人になることを決めたのですが、大学に行ってよかったことはありますか？選択肢が増えるってことかな。視野が広がるくらいですかね自由度が高いからかな。そんくらい？全然別にないですよバイトは生活に慣れてから始めた方がいいですか？そうね、そっちの方がいいと思う。どんくらい出勤できるかとかも聞かれるからさ、バイト始めるとき慣れてからの方がおすすめです。教科書とか全部買ってましたか？
いいえ、もうね最初は買わないなんか教科書使いますみたいな言ってくる先生もいるんだけど、全然使わない先生もいるの。なんか嘘じゃんみたいな。多分そうね、教科書を参考にして先生がパワーポイント作ってるから、なんかレポートとか書くときはいいですよみたいな感じなんだけど、全然なくてもいける時先生もいっぱいいるので、なんかこう2コマくらい、1コマ目1週間目は多分授業の説明だから持ってかなくてよくて2週間目に授業始まって、必要そうだったら隣の子とかに「すいませんちょっと今日だけ忘れちゃって」とか言ってそんな必要なことないし、別に大丈夫です。なんかちょっと2回くらい行ってから決めても OK です。入学説明会行ったらもうグループができてました。大学生活にめっちゃ仲いい友達って必要ですか？多分その時にできたグループはすぐ壊れてしまうので大丈夫です。めっちゃ仲いい友達は別にいらない、何したいかによるね。めっちゃなんかそれこそ青学生とかめっちゃキラキラしてるインスタあるじゃん。インスタ TikTok とかああいうランチにカフェ行ってとか、そういうことしたかったら必要かもね。私はあんまりそういうのするより家に帰って寝たいと思っていたので、全然誰にも誘われないようにそそくさと帰っていました。入学式のスーツはズボンスタイルでした。普通のスーツ。第一でするべきことなんだろうね。生活習慣を乱さない、必修を落とさない。大学の友達たちと目指している進路が少し違くて疎外感を感じてしまいます。そんな友達っていうか、そんなことはもう今後一生ついてくる問題なので、全然自分を優先していいと思います。その進んだ先にまた新しい友達もできるから、自分の人生は自分でしか変えられませんので、自分を優先して頑張ろう。真面目に頑張って講義に出る人ほど損をするのは本当ですか？損をするっていうのをどうやって捉えるかにもよるんだけど、本当に勉強したいだったら損はしないし、損はしないよ。なんていうの、なんかサボっても単位はもらえるから一緒になっちゃうなっていうのはあるけど、自分の知識量としては全然損はしないからし、成績が上位だと早期卒業とかもできたりしたりとかするからおすすめですよ。ちゃんとやるに越したことはないです。履修登録のコツを知りたいです。自分の得意なことを考える。例えば出席がすごい大事ですよっていう先生がいたら、私は通うのめっちゃ得意っていう子はそういう先生取った方がいいし、ちょっとサボっちゃうんだよねみたいな、ギリギリ行っちゃうんだよなみたいな人は出席はほぼ換算しませんみたいな、期末テストとか期末レポート8割で成績つけますっていう先生を選ぶのがいいです。自分にね合った先生を選ぶ。もう本当に最初は必修で選ぶことなんてほぼできないから、その時にこういうテストだったら得意だな、レポート書くの得意だなとかを見極めてください。資格はね取るべきです。なんでかっていうと、自分の知識量を人に披露するのって難しいんですよ。私はこんくらい知ってます、こういう勉強をしましたみたいなことを言っても、じゃあここはみたいになってくるから、この資格を持ってるますっていうと、君はこの範囲を理解してるんだね。トイック800点だったら君はこんくらいの英語が喋れるんだねっていう物差しになるから、自分をアピールするときに役立つと思います。なので資格勉強はとってもいいと思う。学びのための大学生活より就活のための大学生活になっている気がします。いや本当にそうだけど、そうだからこそもう自分で模索し続ける。大学生活以外にいろんなことをやるっていうのは大事だと思います。大学でのご飯を学食で食べることが多いですか？それとも持参してましたか？持参してました。なんか 3,4 限お昼休憩が50分しかないのね。私は1,2,3,4,5でフルコモで取ってたから、その50分の間に学食に並んで食べるなんてもう本当に世話しないの。だからもう持ってって空き教室で食べてフーってした方が良かった。私は好きでした。でも空きコマある子はねめっちゃ余裕あるから学食並んで食べてとかもグッドです。大学3年在籍してずっと精神的に辛くて辞めることにしたけど、自分のしかやりたいことやるのが一番。そう私は休学を1年半してるんですけれども、全然いいことですよ新しい自分を見つけるとか、それこそ私は休学して SNS 始めたし、みんなね社会をその王道なレールに乗るのも大事だけど、
もし乗らなくてもそんな人はたくさんいるし、可能性は無限大なので大丈夫です。大学に着ていく服はどうしたらいいですか？もう適当で全然大丈夫。怖かったら無地、もうユニクロとかで大丈夫ですよ。シーインとかこれとかも GU のやつだし全然大丈夫。なんかね、やっぱ稀におしゃれな人もいるけど、みんな自分のこと知らない人なんで大丈夫です。留学するならどんな意味がおすすめですか？2年1年2年終わった時かな。必修取り終わって感じがいいかな。ゼミ入る前、そんな感じですか？私は本当に大学行ってたんですかね全然愛がない。大学めっちゃ苦手なんだよな。やっぱ通学する、なんか毎日あるならいいんだけど、週2週3で、最初の頃なんて空きコマがあったりとかでめっちゃ嫌で帰っちゃうの。なんか今週くらいいいやとか言って空きコマで帰ったりしてたから、それが良くないんですよね。だから空きコマは私は作らない派でした。でもそれも本当に人による。空きコマに課題やろうって意外と無理なの。全然ね、疲れちゃって、ショート見て終わったみたいな1時間半あっという間なんだけどってなるから難しいんだよね。でも逆にそのお家でお勉強するの苦手だから、空きコマに全部頑張ろうってできる子はそれもいいと思います。大学で単位取るための課題になかなか必要性を感じないのですが、どう向き合ったらいいと思いますか？わかる。なんかとりあえずやるって感じだった。もう意味とか考えない頑張って卒業しようみたいな感じでした。だから本当に自分が取った科目すら覚えてないみたいなのがめっちゃあって、こんな授業取ったっけみたいな、そんな感じですよ。全然自分が好きじゃない教科とかでも高いお金払ってるから頑張ろうとはちょっと思いますよね。楽しかった講義。なんかでも経営論とかは、企業経営系はあんまり高校とかはなかったから、なんかスタバの戦略とかはちょっと聞いてて面白いなとかは思いました。ブランド論とかはなんか自分が使ってる資生堂とか知ってる企業を題材に話してくれるし、なんかあれとかなんだっけな、忘れちゃったイノベーション系の何だったっけな。結構面白い授業はありますよ聞くとやっぱ面白いでも勉強しろって言われるとって感じではあるけど、なんかやっぱ先生たちもすごいちゃんとした先生だからさ、教授だからさ、すごい面白いっていうか専門的な話をしてくれて楽しいっちゃ楽しいですよ。ベンチャー経営論とイノベーション経営論っていうのが同じ先生なんだけど、私はなんか好きで楽しかったです。アップルの話をしてくれたりとか、なんでアップルがこんなに勢いがあるかみたいないうのを学ぶ授業だったんですけど、楽しかったです。自分がねアップルとお仕事をしてたっていうのもあって、そういうところから興味が生まれて講義受けるのも楽しかったっていう感じで、証券論とかも楽しかったよ。金融リスクとか、やっぱ株とか NISA とか最近よく聞くと思うんだけど、そういうのを学べたりするから、やっぱ自分が興味あることは楽しかったね。プログラミングもねやって楽しかった。本当に私の大学全然理系じゃないんだけど、結構幅広くいろんな講義を取れる大学だったから、そのプログラミング入門を取って、本当に Java プリクトでとは何かとか、そもそもプログラミングは何かみたいなところから始まって、ウェブ上にどうやってタイマーを出すのかとか、そういうちょっとしたことをやると、すごい専門性はないんだけどちょっとした知識というか楽しかったです。あとは民法とか取ってたんですけど、法律は苦手だなって思ったり、航空貨物輸送エアラインの整備事業とか取ってたんですけどいつも経営系が多いので、やっぱ経営学部なんで、そうじゃないところを取るとすごい楽しかったです。外国為替入門とか、やっぱでも必修が多いね。ここすっごい成績 FFFD やばすぎ、落としすぎてる。あとは簿記の勉強は楽しかったです。簿記の勉強を始めて、私は公認会計士を目指したので、やっぱり楽しかったですね。
今はすごい苦しめられてますけどビジネスマナーとかもねとても身についた授業だなと思いました。私のね成績は本当にひどいのでなんかあんまりね役に立ってはしないんですけど、頑張ってるよ頑張ったよって感じで、本当に GPA が最低で 0.85、 本当にひどいですね。で今学期この前通ってた分はまだ出てないんだけど、一番高くて 3.00 でした。やっぱちゃんとやった方がいいです。意外とちゃんとやんないと、なんかみんなが大学は余裕っしょみたいな言ってるから、本当に余裕だと思ってたら意外とちゃんとしないと単位はもらえませんので頑張ってください。でもテストを受ける、レポートを出す、最低出席数出席数はちゃんと出席するとかはもう最低限守るべきことですので頑張ってくださいそれ以外のね空きコマとかは自分は空きコマ向いてるな向いてないなとか徐々に分かることですから大丈夫です。1年最初はね大変迷うこともあると思うんですけど頑張ってください楽しくはないですけど、なんか最後自分と向き合う時間を作って頑張れてよかったです。もうこんな生活には戻りたくないですお家に引きこもっていたいと思うのでお勉強頑張ります。バイバイ。あと学校の周りの飲食店を探すとかも楽しいと思います。バイバイ